今回はラグジュアリーな夜行バスで名古屋へ向かいます。今回私が乗ったバスの VIP ライナーとは、川越駅西口を22時20分に発車し、東京駅八重洲口を23時50分、新宿駅バスタ新宿を24時45分と経由し、東名高速を一気に走り抜け、愛知県の長久手に6時10分、名古屋に6時50分、最後は金山駅北口へ7時10分に到着するスケジュールです。少し早めの22時に川越駅に着いたのですが、発車まで少し時間があったのでコーヒーでも飲もうと思い、ドトールは閉店、居酒屋は営業していてもゆっくり飲まないということで仕方ないのでバス停で待ってました。とりあえずビールとハイボールは買い込んできましたけどね。そうしたらちょうどよくバスが来ちゃってました。タイミングがいいね。意外に川越から乗る人もいるんですね。早速それでは乗ってみましょうか。日本では人生初の夜行バスです。3列シートでトイレ付き、トイレは階段を降りたところにあり、シートのリクライニングが130度、これで5200円は安いのかな。ちなみに袋は3500円でした。バスの中はこんな感じ。俯瞰的な見取り図と実際のサイズはちょっと違うかもしれないけれど、まあどのバスも同じようなもんでしょう。ここが私のシートかな。足がちょっと窮屈そうかな。バスが走り始めました。まだ男性が数名しか乗っておりませんが、東京駅と新宿駅では女性も半分ぐらい乗ってきました。緑色のランプがついているところが USB-A です。ごめんなさい、アンペアまでは分かりませんでした。フットレストもついてます。ただ背が高い180以上ある人がこのシートだとちょっと窮屈かなっていう感じがしますね。一席につきハンガーが1つ。こちらの照明は、つくことができません。膝掛けが一部ついていました。女性が気になるトイレ、そこを確認してみましょうか。バス中央部の半地下の部分にトイレがあります。かなりタイトな通路なんで、まあたとえ階段で転んでも多分大丈夫ですね。除菌クリーナー類はバッチシあるし、トイレも掃除がかなり行き届いてます。全然臭くないです。ブルーのボタンを押せば水が流れます。エンジンの音で肝心の音は聞こえないので大丈夫です。そして別のブルーのボタンを押すと手を洗う水が流れます。これも特に問題なしでした。そしてトイレを出るときにドアを開けたら目の前にゴミ入れがあります。 Wi-Fi スピードは神です。席の配列については男性と女性を結構気を使って配列してくれるらしいですね。そこは女性にとって非常に嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。休憩時間なんですが、午前2時に足軽サービスエリア、午前3時20分に浜松サービスエリア、各30分前後だったと思います。それじゃあビール飲んで、チューハイ飲んで、寝ます。そしておはようございます。これはカーテンを開けてるんではなくて、カーテンの隙間から頭を突っ込んで窓の外の景色を撮ってます。愛知県内は長くて名古屋駅、そして終点金山駅に止まります。天気がすごい良さそうなんで、観光ではなくて仕事が今日もはかどりそうです。あと十数分で、私が降りる名古屋駅の方に到着する予定です。約8時間川越、東京、名古屋までバスの旅が終わりました。実はこれからがすごくいいことがあります。朝早く名古屋に着いてもちょっと休みたいですよね。このバス会社は主要都市にラウンジがあり、といってもまあゲストハウスなんですけれども、そこのリビングで休むことができます。それも無料なんですね。で、有料ですがシャワーも浴びれます。設備は結構整ってまして、漫画喫茶にカプセルホテルをくっつけた感じのようです。洗濯機と乾燥機が1台ありまして、洗濯が1回200円ですね。乾燥機が30分100円で、シャワールームがあります。シャワールームは男女別に2個ずつあります。シャンプーとリンス、そしてボディーソープもちゃんと揃ってました。シャワーの油圧はまあ悪くないですね。しかも畳の部屋でゴロンと寝転がることができるんですね。いわゆる
超清潔なゲストハウスというかバックパッカーみたいな、そんな感じでしたね。言い忘れました。電源のタップもその辺にたくさん転がってます。ここのゲストハウスですが、設備も相部屋のベッドなどもとても清潔でしたし、良いかと思います。たまたま今回は別のホテルで泊まってしまったのですが、次回名古屋へ来た時にはここでも良いかなって思ってます。一泊確か2000円か3000円ぐらいだったような、そんな気がします。地図で示すとこの辺だったかな。名古屋の太閤通り口とかいう場所からだいたい徒歩で3分から5分ぐらいですかね。外人の宿泊者が結構多かったですね。あとは地味に終電乗り過ごしたおっさんみたいな、そんな感じの人。せっかく名古屋に来たんで名古屋城に行ったり、石垣に残ってる加藤清正のいたずらっぽい落書きを見ちゃったり、三種の神器がある熱田神宮、腹が減ったら味噌カツ食べて、ついでに味噌大根も食べて、愛知県以外の人は誰も知らない愛知のソウルフード、スガキ屋のラーメン、今まで見たことない超イケメンな織田信長の像、八丁味噌作ってる工場直屋の味噌煮込みうどん。名古屋から電車でおおよそ20分ぐらい足を伸ばせば金ピカの織田信長の銅像が見れたりします。八重桜が咲き乱れ、国宝の犬山城、ここの城主にもいろいろまつわる話があります。犬山城は名古屋じゃありません。これ結構重要です。多分犬山市の人怒っちゃうと思うんで、犬山城は犬山市にあります。ここの犬山城の天守区から見る風景はすごい綺麗なんですが、それよりもちょっとあそこがキュンキュンしちゃうような感じで怖いです。ざっとですが名古屋含めその周辺の地域も紹介させていただきました。意外に名古屋もたくさん見るところがあったりして驚きです。今回は名古屋だけではなくて名古屋、そして岡崎をメインに旅をしてきました。そちらの方もおいおい紹介していきたいと考えております。それでは記者のお時間ご賞覧どうもありがとうございました。